ニコン Z5-2 vs Z52 高感度対決。はい。皆さんこんにちは。長チャンネルです。ニコンの最新機種 Z5-2 と Z52 では、どちらが高感度に強いか検証してみます。ノイズはセンサー1画素の面積が大きいほど少なくなるので、フルサイズが有利ですが、センサーの構造や性能にもよります。フルサイズで裏面照射型の Z5-2 と APS-C で表面照射型の Z52 では構造上は Z5-2 の方が有利です。実際の撮影においてはどうなのかテストしてみましょう。視聴者さんから被写体に高周波成分がないとディテールの詳細がわからないというご指摘がありました。そこで今回は机の上にあるものを組み合わせてみました。被写体は細かい毛のあるハケ、前ボケにも紐で編んだカゴを配置しました。それでは Let's get started! 長チャンネル。まずはフルサイズの Z5-2 です。キットレンズニッコール Z24-50mm F4.6.3 をつけて焦点距離 50mm で撮りました。部屋の電気を消して間接照明を2段落としてこのくらいの明るさで撮影しています。ISO3200 ISO6400 ISO12800 ISO25600 次は APS-C の Z52 です。同じレンズニッコール Z24-50mm F4.6.3 をつけて 33mm に設定し換算 50mm で撮りました。ISO3200 ISO6400 ISO12800 ISO25600 長チャンネル。撮れた写真を比べてみます。左がフルサイズの Z5-2、右が APS-C の Z52 です。ISO3200 ピント面はきれいに改造しています。毛の部分もノイズはありません。
背景の黒は Z52 に若干の流浄感がありますが、問題はありません。前ボケは Z52 に流浄感が出ています。ISO6400、ピント面はくっきり取れています。Z5-2 のオートホワイトバランスが乱れています。毛の部分は Z52 の方に若干のノイズが出ています。背景の黒も Z52 の方はノイズが出ています。前ボケも Z52 の方はノイズが目立っています。前ボケを生かした構図の場合は Z52 の ISO6400 は NG かもしれません。ISO12800、ピント面は綺麗です。毛の部分は Z5-2 も Z52 もノイズが出ています。Z52 の方は解像感も低下しています。背景の黒にもノイズが出ていますが、Z5-2 の方はまだ気になるほどではありません。前ボケはノイズが目立っています。Z5-2 もこれが限界でしょうか。ISO25600、ISO25600 でもフラットなピント面は綺麗です。毛の部分はディテールが潰れてノイズがはっきりと出ています。背景の黒も汚い感じがします。前ボケも使えないです。APS-C の Z52 は構図に前ボケを持ってこなければ ISO6400 までいけそうです。フルサイズの Z5-2 は ISO12800 まで使えます。両機種とも静止画撮影メニューの中の高感度ノイズ低減を強めに設定すれば画質が改善されると思います。Z5-2 と Z52 の高感度対決は2段分 Z5-2 の方が強いという感じです。Z5-2 は ZF とともに現在のニコンミラーレス機の中で最強の高感度番長であると思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。